自分じゃ手に負えないような試練を今年来年のこの2人は受け止めるみたいな。アメリカと日本の財務のトップが。これからやっぱり麻生さんにとっての大事な場面みたいなのも来るんだよ。お金に関してイギリスもアメリカも何するかわからないから。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気ですというわけで、はい、5月2週目の、占いと時事になります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークも終わりましての、2週目でございます、はい。ゴールデンウィークはいかがでしたか？実家に帰った。あ、そうでしたね。うん。あと何かあったかな。まあ、普通に、ちょっと久々に少し休めたかな。あと AI とか、久々にいろいろ動かせてよかった。日常の業務があるとさ、そうなんですよね。触れないじゃん。そうなんですよね。なかなか大変ですからね。お疲れ様でございます。通常週に変わりましての方ですね、占いと時事でございますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。5月2週目、今日が5月12日でございます。問題なければ翌々日5月14日木曜日にアップされていると思います。今週も4つのジャンルでニュース、様々な内容でお届けしていきたいと思います。はい。リアルイベント開催決定。占い界の重鎮チャズとセレーネ代表水森太陽によるネットでは言えないスペシャルトーク。ゲストに加納ココ先生も登場。ご予約受付中。お見逃しなく。さあ、まずは今週のエンタメスポーツでございますけれども、4本ご用意させていただきました。はい。はい。まずですね、はい、そうですね。そっちに出てるやつだと思いますけども、細木和子さんの、地獄に落ちるわよ。ああ、そうですよ。占い業界の大先輩、超大御所。超大御所。はい。ね、4月27日からネットフリックス始まりましたけど、ね、だいぶヒットしてるみたいですね。やっぱみんな好きなんですね。まあそうですよね。まあ僕ほらいろんな VTuber さんのトークとか聞いてると、やっぱりお母さん世代が好きでみんな見てたみたいなコメントされてる方が結構。いや、そうだよね。だってズバリ言うわよ、一番いいと平均視聴率 15% とかあったんじゃないの？やばいっすね。だってタッキーにクリームシチューだもん。客寄せというかさ。まあ人気。あった上での細木先生だから。まあそうですよね。富士の方でもね、レギュラー番組やってましたし。やったよね。だからすごかったですよね。どうなんですかね、これ、ほら、よく、亡くなられてからも、その運勢、影響みたいなのあるじゃないですか。やっぱり、細木さんのこの、ね、地獄に落ちるわよヒットっていうのは、なんかあるんですかね？いや、出てますよ。で、細木さんね、ちょっと、センシティブだから、まあね。業界的にもセンシティブだから、どこまで、ね、僕みたいなペーペーがね、言っていいかわかんないっていうのがあるんですけれども、運勢としてはもう、全ての号が出るのが今年ですね。すべての号が出る号が出そうっていう。だから、いい時期っていうのはさ、もう亡くなられてたと思うんだけど、80くらいまでなんですよ。で、今、日野と羊の大運に、生まれた時から見るとね、死後もだから運勢って残るような感じですよ。だから、で言ったら人生で最悪なくらい悪い部分がこう、フォーカスされるような時を、逆にこういうドキュメンタリーで切り取るってすげえなーって思って見てます。すげえ。実際見た人とかね、細木さんこんなだったのみたいなね、いろんなね、結構反響もあるっていう話です。そうそう。一応業界の中にいるから、いろんな話は聞いてるじゃない。だから、うわーとか思ってたところが、ね、エンターテインメントになったっていうことで。すごいですね。ちゃんとじっくり見て、一回ね、ちゃんと占ってもいいかなと思ってはいるんですけど、そうですね。ご要望があればっていう感じですかね。で、細木かおりさんも占ってみたんですよ。娘さんというね。そうですよね。で、からすると、まあまあいい時期のカルマの生産みたいなのが今年来年なんで、なるほどっていう、なんかね、細木さんに対してのなんていうのか、一つの、やっぱですね、一時代作った人の生産みたいなタイミングなんだなとは思います。なるほどね。確かになんかそんな感じしますね。ちょっと僕まだ見てないんで。見ました？最初のところだけちょっと見て、重そうだったから、体力がある時に見ようと思って。どう考えても重いっしょ、あれは。体力いりますね。今もう悪の花見てるんで。それはそれで。そう、重いから、体力がね、ある程度ないとっていう感じですね。一回悪の花見終わってからですね。そう。元気な時じゃないとちょっときついから。なるほどね。まあちょっとね、後でちょっと僕も見ようかなと思います。で、そんな中ですね、いろんな芸能界ニュースありますけども、わーってなっちゃったのがサバンナ高橋さんのニュース。ね。サバンナ高橋さんはね、テレビで、もうね、ほんとレギュラー番組も多いですし、有名なんですけども、R1 グランプリのね、チャンピオンだった中山浩太さんが、アベマの番組で、10年ぐらいとある人にいじめられてたみたいな話をして、
で、それが伏せてたんですよ。うん。本に伏せてたんだけど、そうだね。P っていうので、なんか話題になってたよね。なってたんですよね。そう。で、それがなんか結局、まあ、サバンナ高橋さんだっていうことがバレちゃったと。うん。なんかネットでね、とある方がちょっと言っちゃったみたいなうん。話で、まあまあ、結局、相方の八木さん、うんサバンナの八木さんが、いやもう、100% 茂雄に責任があるっていうことで、うんすぐ謝らせて、うん。で、二人繋いで、まあ、うんお互いにそこはちょっと謝り合ってみたいな感じになったっていうのがあって、なあ、占いました。どうです高橋さん。高橋さんは、今年悪いですよ。まあまあまあ、こういうの起きちゃってたらね。大運転中殺っていうのに入っていて、うん。けど今年っていうより28年とかの方が悪そうな気はするんだけど、今年から人生の中でもちょっと悪いタイミングみたいなのに今入っちゃってると。あらまあ、うんじゃあまあ、ある種最初というか、みたいな感じになっちゃったんですかね。なっちゃってるから、まあ、けどこれ謝ったんでしょ？まあそうですね、ちゃんで、と。反省してたらいいんじゃないかなとは思うよ。で、謝れないで、陰でずーっと言われ続けるとさ、うんヘイトが溜まるじゃん。確かに。ね、小崎さんみたいにエンタメとしてこう、信号を生産するっていう方法もあるかもしれないけどさ、生産できるんだったらいいんじゃないかな。あと中山浩太さんも見ましたよ。ああ、中山さん。中山さんね、バランスがいいんですよね。なるほど。だから、まあ、良くも悪くも目立っちゃうし、それこそ先輩とか目上とかに抑えられてたものがパンとこう、解放されるような瞬間なんですよ、今。はあ、なるほど、ね。だけど、そこで調子に乗りすぎてもいけないから、このね、バランスが難しい方なので、まあまあ、今、調整のタイミングが来たのかなっていう。目立ちやすい年ですよ、今。あ、なるほどね。まあ、注目集めちゃってますよね。再評価され、R1 にも出たんでしょ、また。またそうですね、また出られたりとか。面白かったよね。なんかネット番組だと大喜利とかでもなんか活躍してて、みたいな感じですからね。なんかいい方に行ってほしいですね。そうだね。ですね。だから、あえてぶり返す必要もないかもしれないけど、サーヤさんが納得感しかないって言ってたのが。やめなさいよ。なんで触れてあげちゃうんだよ。それ分かる人みんな今ゲラゲラ笑ってるからしないけど、ダメだっつうの。中山さんは謝ってたよ。謝ってましたからね。そう、だけどね、まあ難しいよね。難しいところではございますけどね。はい。で、これもね、なかなかっていう話ではあるんですけど、僕は岸谷蘭丸さん、今そのインフルエンサーとかやってらっしゃるんだなっていうの。そうそう。実は知らなかったんですよ。そうなの？そうなんですよ。全然、だから、岸谷五郎さんと香織さんのね、息子さん、ね、インフルエンサーやってる。政治系インフルエンサーみたいになってる。そうなんだ。そうなんですよ。全然僕実は知らなくて。アベマニュースとか見ない？アベマニュースね、実は全然見ない。へー。全然見ないんですよ。そう。だから、そうなんだと思って。30代男性とか見てそうだけどね。どうも30代男性でございますけども。全然もう。くくられてないんだ。くくられてない。面白い。そう。だから、この都知事になりたいの発言で炎上っていうこの今回のね、ニュース。まあ、フジテレビのポカポカで、そういうことを言ったら、SNS なんかで両親の子育て批判みたいなのがあって、で、岸谷蘭丸さんは別に僕のことを批判するのはいいけど、親批判するんじゃないよっていうので反応して、で、一方で、元放送作家の長谷川良品さんっていう方が、いや、そうは言ってもあなた親ガチャとテレビガチャの当選者でしょって言って、まあ結構その辺でいろいろ論争を拡大してみたいな感じで燃えてるっていう話らしいんですけど、だから話だけ見てると、まあ、確かにちょっと過激な意見だし、こういう言い方したらまあちょっと、まあね、みたいな感じの意見とかも結構 SNS では飛び交ってるっていう感じらしいんですけど、運勢的にはどうなんですかね、岸谷さん。まあ燃えやすい年ですよ。やっぱり。ヘビと羊、地中水面で持っていて、で、馬が来ちゃうから、今年ね。もうこれからずっと夏場はずっとボーボーですよ。じゃあもう燃えっぱなしだ。だけど、それを力に変えるパワーも持ってる。インテリジェンスとかパワーも持ってるから、本人としてはなんていうのかな。正念場というか、目立つこともできる。ある意味炎上マーケティングみたいなこともできるような、そういう年かなっていうふうには見えますね。なるほどね。ちょうど多分ね、火星が太陽と90度だったりしたんで、木星も乗っかってるから、まあ目立ちやすい時期ですよね。なるほどね。まあ実際僕もこれで、改めて知ったみたいなところはあるんですよね。だからまあ、知名度拡大っていう意味で言うんだったらば、実際広がってはいらっしゃるのかなっていう気はしますね。そう、インフルエンサーになってたよ。なってたんですね。本当に都知事になるんですかね。いや、わかんないけど、だから政治系とかはよく出てるなと思って、アベマのコメンテーターみたいになってるよね、今ね。なるほどね。ね、ちょっとね、ご両親に批判がちょっといっちゃうのはちょっと違うかなっていうのは確かにそうですからね。うちのシンさんが出た時も、蘭丸さんが出てて。ああ、出てましたね、そういえばね。
なるほどね。僕は見てなかったことがバレちゃいましたけども。はい、なるほど。ということでございまして、で、ラストがまたスポーツのニュースなんですけども、三笘薫。はい。三笘さんが怪我しちゃったっていう。9日のウォルバーハンプトン戦。ここで左ハムストリング、左の足の方を痛めて途中交代しちゃった。で、15日にワールドカップの日本代表のメンバー発表があるんで、これ大丈夫かっていう。ね。見ましたよ。三笘さん。ファンっていうかすごいと思ってて。はいはい。いや、三笘さんすごいですよね。いや、すごい。すごいんですよ。すごい選手だなと思ってるんですけど、そうなんですよね。隊員としては25歳くらいから5年間とかいいんですよね。で、25歳からの5年間に今入ってるんですよ。入っていって、特に良かったのって多分、25とか26とか、ちょっと前なんですよ。今28歳で、今月29歳かな。だから、まだ残ってはいるんだけど、ね、今年あたりから年運はちょっと微妙なんで、微妙だなーっていう感じですね。なんとかなってほしいです、僕は。いや、本当ですね。森保監督もね、継承であることを願うっていう。いや、本当戦術のオプションが全然変わってきちゃうんで。そうか。そうなんです。そうか、誰を主軸でみたいなところが。というか、だから、左からの崩し方のパターンいくつもあるし、三笘じゃないとできないとかあるわけですよ。だからね。で、天王星と太陽がちょうど重なっちゃうんですよ。要は、星座の時にいる人たちが、今、天王星と海王星と冥王星の小三角みたいな、今年来年とみんな食らうんですね。思いっきり天王星一番なんか自己っぽいのを食らってるのが三笘さんとかなんで、頑張れって思ってます。応援してます。はい。ね、本当にね、ワールドカップも本当にね、もう間もなくでございますからね。いや、ちょっとどうなるのかというところで注目ではございますね。はい。ということでございまして、今週のエンタメスポーツ4本をご紹介させていただきました。はい。さあ、続きましては、今週の政治経済でございます。こちらも4本ご用意しております。まず、ちょっと身近なところからいきますと、カルビーのポテトチップスの袋が白黒印刷になっちゃうっていうニュースが入ってきてまして、主力商品のパッケージを全部ちょっと白黒印刷にすると。だから、長さ不足でしょ？そうですね。そう、だから印刷インク品薄になってるからっていうことで、一応政府からヒアリングがこれで行われるらしいっていうニュースが飛んできてて、やっぱりちょっと影響出てるんですね。いや、出てるでしょ。だから、パニックをなんとか抑えようとはしているんだろうなくらいにしか思ってないですけどね。コンビニで改めてなんだらちょっとおって思っちゃいそうですね。でもそうだね。だって航海のところだってどうなるか分かんないからね。バブレールマンデブ海峡の方だって、だから早く終わってほしいけど終わるのかなっていう感じですよね。そうですね。この辺ちょっとね、まだまだね、予断も許さないようなところがあるんですけども、そんな中で日米財務省の会談が行われまして、円安の対応とかを協議したと。で、その時にベッセンとアメリカの財務長官の方が11日に日本にやってきまして、片山さつき財務大臣と会談と。で、過度な為替変動は望ましくない。先週のね、5兆円規模の円買いの介入とか、日銀の追加利上げの姿勢が議題になってて、市場としてはベッセント氏の円高牽制を警戒。為替は市場が決めるとの建前は維持しつつ、アメリカ側からの圧力の内実が問われているみたいなニュースが飛んできてるんですけど、これ片山さんが結構がっつり、話し合って、結局さ、ほら、ミトスの件とかも話したみたいですよ。だから使わせてくれとかっていうことでしょ？なるほどね。だから、なんか、いい戦いしてるように見えていて、金融政策の方は日銀の案件なんでって申し上げることはございませんみたいに言ってたから。うまいな。すごい。やっぱ財務省長かっただけあるというかさ、こういう時頼りがいがあるなっていうふうに僕は見てますけどね。あんまり高市内閣が起こると怒る人いるのかな。だからベッセントさん俺占ったんですよ。この方はどうなんですか？片山さつきさんと同じカノトウで今年2人とも空母。何なんですかそれ？どういうこと？だから試練がやってきて、自分じゃ手に負えないような試練を今年来年のこの2人は受け止めるみたい。アメリカと日本の財務のトップが大変。まだね、ベッセントさんの方がこらえられるし、片山さんはブワーってやられちゃいそうな感じにも見えるから、どうなることやらって思ってる。うわ、心配だな、そんな2人がもうバチバチやってたわけですもんね。ベッセントさんも頭いいと思うけどね、本当ね。いろんな意味で。いろんな意味でね。なんかこれからね、いろいろ、馬羊空母でしょ？馬羊って6、7なんですよ。6月の6日くらいから7月7日くらいまでか。だから、こっ
からね、あ来ますよ、夏が。夏が夏が来る。夏が来る。夏が来る。きっと夏が来る。と思ってます。はい。なるほどね。はい。っていう中で、長期金利がまた上がってまして、2.54%、27年ぶりの高水準ということで、ね、先週かな、先々週ぐらいにもね、お知らせ出したんですけども、また上がったっていうことですもんね。そう。まあ、だから、アメリカもほら、ちょっと金利動いてるでしょ、だから、とりあえず強調しろっていう圧力に来たわけでしょ。まあまあ、そういうことですよね。強調しろっていう圧力に来てて、金融政策に関しては日銀だって言ってるんでしょ。そうですね。久々にちょっとね、いいですね。暑いですね、と思って見てます。はい。まあ、そんな中でですね、まあ、ちょっと方向性が違う最後のニュースがですね、自民有志議員連盟国力研究会発足、麻生、小泉、羽生田氏ら発起人ということで、高市政権を支える議員連盟として、これが自民党内に発足する見通しと。で、麻生副総裁、羽生田幹事長代行、茂木外相、小泉防衛大臣、規模は300人規模、月の会費はわずか300円っていうことで、まあ、党内の勢力図の再編が加速してるっていう話で、麻生さんがまたちょっと動き出したなっていうとこですよね。まあ、自民党って感じだよね。わかりますよ。言わんとしようとは分かりますよ。だけど、ほら、麻生さん今年いいって言ってたじゃない。言ってましたね、そういえば。で、これから、やっぱり麻生さんにとっての大事な場面みたいなのも来るんだよ。5月下旬くらいから夏場にかけてそうなのよ。で、来年もそうだから、とりあえずこの2年麻生太郎の最後の何かみたいなのをやるんだろうね。まあそうでしょうね。もうだって御年85歳で今年で6歳。ここ2年彼の人生の大勝負みたいなのありそうですよ。どうなっていくんでしょう。俺庶民だから怖い。いやまあでもね、日本のためにきっとね、頑張ってくださるんじゃないですか。やっぱ保守って言われてる人たちじゃないですか。まあだけど彼らの日本と庶民の日本ってちょっと違うような気がするよ。まあそれはまあなんともですけどね。俺庶民なんですよ。だから怖えなーと思って見てるけど。庶民にとってもなんか安定したといいますか、安心できる日本であってほしいところでありますけどね。頑張ってください。ということでございまして、今週の政治経済4本こんなところでございました。さあ続きましては今週の国際情勢でございますが、こちら3本を用意させていただいています。まずはこれちょっと大きいんじゃないですかね。トランプ、習近平、14日から北京で米中首脳会談。そうなんですよ。5月13日にトランプ大統領が北京入りして、14日と15日に習近平国家主席と2日連続で会談。8年半ぶりの訪中になるということなんだそうですけども、だってこのイランのこともそうですし、結構いろんなことがごたごたしてる中でのこの米中首脳会談ですけど、どうなりますかね、これね。誕生日近いんだよね、この2人ね。そうでしたよね。習近平さんの正確な誕生日は分かんないよっては言われてるんだけど、そうなんですよ。双子座なんですよ。で、天王星入ってきたわけですよ。で、米ドルの誕生日と中華人民共和国の誕生日がちょうど180度くらいで、アスペクトの影響とか受けるような感じなんですね。で、火星がまあ今通過、4月末でして、で、これまだ弱いわけですよ。で、もっと大きいのは土星が来るんですね。これから6月の頭ですと。で、5月の中旬、だいたい20日までの流れの中でいろいろ、これ詳しくは5月の予言みたいな回占いと時事で4月末にアップしてるので、それ見てほしいんですけど、タイミングがこれからあるわけですよ。ちょうどこの米中の会談の後にね、何回かあって、そこら辺でいよいよだなってなってくるのが多分21日の太陽が双子座に入って、東洋で言ったら火の要素っていうのが一気にこう加速していく。今年火の上馬ですから。その火の上馬の炎のパワーみたいなのがぐわーっとくるって、トランプさんっていうのは外閣的にも内閣的にもちょっと難しい人だって話をしたじゃない。そうですね。で、トランプさんにとってはいいけど破産してたぞとか、トランプさんにとってはいいけどみたいな感じでうまくいくっていうような感じだから、トランプさん以外は不幸かもしれないっていうような変化、トランプさんとかアメリカかもしれないよね。だからね、そういうような動きが加速しそうなんですよ、これから。加速するんだ。だから、それをどこまでの犠牲を払うのか。世界はもうダメですよ。ダメ？振り回されますよ。思いっきり振り回される。まあそうか。アメリカはアメリカファーストって言ってたしな、どうなるんだろうなみたいな感じですよ。まあそうですね。っていうのが加速するきっかけみたいなのが多分5月19日前後に起こるんですよ。5日後とかでしょ。そうですね。そうなのよ。で、トランプさんって前習近平とそれこそ会談した時、シリアかなんかに爆破バスを落としたんだよね。会談中に。いやそうでしたね。そう。会
談の最中にやってます。最中にやってたんで、もう見逃せない週が来ますねっていう感じですね。いや、もうこの週に何が起きるのかっていうところですよね、本当に。それで何か起きて、ざわざわしだして6月の頭何かあってっていう感じの流れかなとは思ってますけどね。いやいやいや、怖いな、本当に。わかんない。まあね。っていう中で、アメリカ、中国だけじゃないっていうところですよ。イギリス。ね、イギリスの地方選で、リフォーム UK という政党が大躍進。で、二大政党が死んだっていうところで、5月7日投票のイギリスの統一地方選で、ナイジェル・ファラージ率いる右派ポピュリスト政党、リフォーム UK という政党が最多議席を獲得。もともとイギリスの二大政党が労働党と保守党だったんですけども、これがまあ壊滅的な敗北になってしまったと。スターマー首相にも対人の圧力が迫ってるっていう状態で、まあ、アメリカ、中国どころじゃないですね。本当にイギリスもとんでもないところに来てますね。ファラージさん日本でイメージ言ったら、だから参政党さんに近いわけですよ。まあなんか SNS だとそんな意見も見受けられましたね。反グローバリズムというか、要は、自民党と立憲民主党、今中道だっけ、がもうほぼ壊滅して、参政党が一党になって、国民民主が伸びたっていう感じだよね。すごい。イメージはね。イメージしやすいけど、それが今のイギリスなんだ。参政党と国民民主が伸びて、自民と中道がボロボロみたいな。地方統一選で。そう。もう、軒並みやられてしまったみたいな。そんな感じだよね、イメージがね。で、この人相的にかなり癖がある人相で、二面性があるよと。二面性、二面性があるよと。だからトランプさんも二面性あるみたいに言ったじゃないですか。ありましたね。で、名式も二面性ありそうなんですよ。名式に二面性。だから本来これから悪くなりそうなんだけど、外角っぽい名式はしてるのね。だからトランプさんの解説を僕一回上げてますと。上げてますね。で、ファラージさんもちょっと似たようなチャートをしていると。生まれた時間までまだちゃんと見てなくて、地中水面で軽く見ただけなんだけれども、イギリスもアメリカと連動するんだなと思いました。はい。そのくらいで伝わるから、もうちょっとちゃんと解説した方がいい。もう一声。だからお金に関してイギリスもアメリカも何するかわからないからもうちょっと待ってくださいよ。衝撃に備えようと僕は思ってますよ。僕は。はい。うわー、じゃあこんなもんにしときましょうか。はい。ね、こんな感じかな。ね。はい。すごいな。いろいろ変わってきますね。今年来年再来年かなとは思いますけど。まあそんな中で、ロシア、ウクライナの3日間の停戦が終了しまして、ゼレンスキー氏が15日にはトルコでプーチン氏と直接会談を提案しているということで、いよいよプーチン氏自身もですね、戦争は終わりに近いという発言をしていると。EU の方も欧州理事会のコスタ議長がプーチン氏との直接協議準備を進める。ゼレンスキー氏もこれを支持してるっていうことで、和平の主導権をアメリカが取るか、EU が取るか、ロシアが取るか、ウクライナが取るかみたいな感じになってるっていう話で、いずれにしてもちょっとこのウクライナ戦争、ウクライナ紛争、終わりに近づきつつあるのかなというような。そうだと思いますよ。お役御免というか、ゼレンスキーようやく対も運が戻ってくるので。そういえばそうでしたね。そうなんですよ。例年もいいし、プーチンさんも今年来年、人生の中でも相当いいタイミングだから。だから、日本でどういう報道されるかはわかんないですけど、ロシア結構優位に進めてたと言われてますよね。だけど、報道ではそんなこともなかったし、保守系のインフルエンサーさんはどちらかというとそんなこと言ったら親ロ派かとかね。ね、いろんな。レッテル張りするような傾向はありましたけど、なんだろうな。だいぶマシな形で落ち着くんじゃないかなと。ヨーロッパも限界ですからね。そうですね。日本国内だとね、ニュースだとロシアのいわゆる戦勝記念日のパレードが少なかったぞみたいな、ロシアも限界じゃないか、でも北朝鮮参加してたぞみたいな、そんなニュースとかもね飛び交ってて、いろんな見方があるんだよなっていうふうには思いましたね。アルジャジーラあたりは中立だと思うよ。もう言葉の壁ってさ、後でテックニュースとかでも言うけど、もうなくなってきてるから、いろんな視点で見るといいとは思ってますと、運勢で言えば、お互い良くなったから、手打ち打てるところまで来たかなっていう感じには見えますと。で、来月再来月が特に、この5月21から夏にかけては、ロシア、ウクライナっていうことで言えば、どっちもいいから。なるほどね。落ち着くかもなって、いいニュースだなと思っています。はい。落ち着いてほしいところではございます。ということでございまして、今週の国際情勢でございました。
さあ、ラストは今週のエクストラ、テックニュース、AI ニュース、学術系のニュースなどなどをお届けしておりますけれども、今週ちょっと多いんでね、バーッと並べました。1、2、3、4、5、6、7本。はい。まあざーっといきましょう。ソニーと TSMC が熊本で次世代イメージセンサーで戦略的な提携をっていう話らしいんですけど、まずイメージセンサーって何ですかこれ。CMOS センサーとか、だからスマホとかでさ、カメラとか、はいはい。解像度とか、スマホとかで綺麗に撮れるじゃん。撮れますね。それを支えてるのはソニーですよ、みたいな感じ。ああ、でもソニーってすごいですもんね、そういうのね、確かに。とか、自動運転とかあるじゃん。あれのセンサーとかもソニーだし、だから全部だよね。ほぼほぼカメラのセンサーとかで一番頑張ってるのはソニーなんですよ。なるほどね。そこと TSMC が、タッグを組むような形。で、一応ニュースとかだと、いわゆるサムスンが今ガッと来てるから、そことの格差拡大を狙うぞみたいな感じだっていう風なニュースが出てますけど、そういう形で対抗していくってことですよね。そう。で、結局さ、陰謀論的なところで言ったら監視社会とかが徹底的に進めるには、ソニーのセンサーが肝だとかさ、NTT の法律なくさなきゃとかいろいろあったりするんだけど、で、TSMC 会みたいな感じとかあるんだよ。あるんだけど、ロボットとかの、ここの手のところにもカメラつけたりして、だからめっちゃカメラ大事というか、これからフィジカル AI だって言ってさ、ロボットが出てくるでしょ、とか、あとは自動運転車だとか、そこまで行って目に見えて世界が変わっていくじゃない。まあそうですね。そこの肝はソニーだよね。ソニー大事。で、視神経みたいな、目はソニーでさ、視神経みたいな意味で AI だよね。だから、半導体、TSMC だよねっていう。もう本当にそういったところでも、頑張ってるっちゃ頑張ってるし、もう未来来てるよなっていう感じです。未来来てるっていう意味で言うとね、アンソロピックが XAI とスペース X から計算資源確保っていうので、先週ね、結構 AI 会話話題になってましたね。そう。だからもう、イーロンなりふり構ってないよ。オープン AI 潰すためだったら、そんなに好きでもないかもしれないけど、ダリオとも組むっていうね。計算資源ってもう足りなくなってたから、結局。そうなんですよね。だから、一部でね、だからイーロンがその計算資源買いすぎで持て余すんじゃねえかみたいなこと言ったら、こういう使い方すんだみたいな。なんか将来的にはこう資本主義が終わったら計算量で経済が回るんじゃねえかみたいな。いや、そうだと思うよ。そんな話ありましたもんね。すごいですよね。で、やりながら、Google と2000億ドル規模のクラウドチップ契約。これもやってるんですよね。そう。だからね、アンソロピックはまあ頑張ってるよね。オープン AI がね、マイクロソフトのやつを終わらせるというか、そういう形に取りながらみたいなところですもんね。で、ありながらも、とはいえオープン AI も約6000億円規模の AI 導入支援会社を新設した。オープン AI ディプロイメントカンパニー。これを5月11日に設立すると発表したと。ソフトバンクとかも含めていろんなところが設立パートナーに名を連ねてると。だから、人間の仕事をほら上流するみたいな話、言ったじゃない。コントロールプレーンじゃないけど。ありましたね、先週。だから、AI 支援っていうのこれから流行りますから。もうこれでいろんなところから。そう。まあ、だから、AI 支援と言いながら、情報全部抜かっちゃうなとは俺は思ってるんだけど、別に、ね、それだったら Windows でも Chrome でも抜いてるじゃないかみたいな話なんだけど、そのレベルじゃないと思うよとは思うかな。仕事のやり方とか、全部まあ、取られてっちゃうかなって、もうそろそろ言っていいよね、別にね。前メンバーシップでこういう話をしてて。知ってましたけども、先出しね、始まったなーっていう感じはしますね。なるほどね。で、ここまでほら、アンソロピックだ、オープン AI だ、Google だ、マイクロソフトだって話してたじゃないですか。ソニーだ、TSMC だって言ったじゃないですか。ここに来て、元オープン AI のミラ・ムラティさんという方が立ち上げてらっしゃる Thinking Machines Lab というところがありまして、ここが同時通訳もこなす対話 AI。すごいよね。インタラクションモデルスっていうのを、まだプレビュー段階なんですけど、公開しまして、かなりこれ性能がいいと。いや、だから、ユーザーインターフェース的に正解じゃないかな、みたいな。なるほどね。ドラえもんの世界をようやく感じるぞと。もうこれね、だから今までもね、結構、例えば分かりやすいところで言ったらね、その Siri とかもそうですし、Windows でもね、いろいろついてきたりとかありましたけど、あんなレベルじゃないわけですもんね。そう。パートナー。AI パートナー。僕まだ見れてないんですけど、映画、ハーの。そうだね。世界がもうほんと間近に。そうだね。だから、音声モードあるわけですよ。チャット GPT とかに。あれ、4レベルなんだよね。その方がコミュニケーションがしやすいから。で、あとは推論能力とかで5に今近づけるのも
分これが出てくるってどっかで聞いてたからかなっては思っていて。なるほどね。あれもちょっと歯っぽくはあるけど、もっともっとすごいよね。ほんとパートナーになって。で、これが今度ロボットになってくるでしょ。そうですね。いや、もうドラえもんすぐじゃん。もうドラえもんですよね。水田わさびさんの声になるのかな。わかんない。か、立ちコマとかですよね。立ちコマね。広角機動隊ですよ。友達がミニサイズのこれくらいの立ちコマが出てきたら嬉しいなって言ってました。確かにわかる。かわいい。わかる。欲しい。欲しい。僕も欲しい。っていう中で5月7日にはオープン AI がリアルタイム翻訳 AI の GPT リアルタイムトランスレートを発表して、これが70言語対応。70以上の入力言語から13の出力言語でリアルタイム翻訳。で、同時に GPT リアルタイム2も投入されて、GPT-5 級の推論を音声エージェントに開放。それさっき言ったやつ。これですよね。だからこれもやってるっていう。だから対話モードが Keep for とか言って一回ちょっと寄り添って話をしやすい感じにね、親しみやすい感じになったんだけど、まあ賢いモデルを音声で使えるっていいなとは思う。そうですよね。ただこのミラティさんのインタラクションモデルは、この GPT リアルタイムよりも一応プレビューモードですけど超えてるらしいっていう。だからまあすごいよね。計算資源とかになってくるよね、またね。またそうつながりやすさとかさ。そうですよね。値段とかさ。使いやすさっていうかね、そうなってきますよね。ミラティさんってどうなんですか、運勢。運勢見ました。どうですか？この AI 系の会社で女性の社長珍しいじゃないですか。確かに。去年がね、生産の年っていう感じだったんですよ。今年からいいんですよ。今年からいいんですよ。特に夏からいいんですよ。夏からいいんですよ。これからいいんですよ。夏が来る。夏が来る。本当に。ミラティの夏が来る。やけど、多分獅子座に移って7月からちょっと西洋占星術的にも乗ってきて、で、東洋で行くんだったら多分7月の後半あたりからグーってもうずっと伸びてくんで、時代来ちゃうかもね。いやー、すごいっすね。いや、だって他の AI 企業もパクってほしいもん、これ。逆にね、お互いに、切磋琢磨じゃないですけど、それで本当にいい AI がバッと広まってくれたら、こちらとしては嬉しいことではありますね。いや、まあ、企業とか本当に、だからセキュリティとかそういう話で言ってったらどうやってキャッチアップしながらついていくかっていうのは、より一層難しくなるんだけどね。秘伝のタレは隠しつつ、どうやってついていくかっていう。そうですよね。ローカル AI のね、精度だってどれぐらい。1年遅れなんだよ、大体。大体そうですよね。1年ちょいだから、どうするんだろうなと思っては見ている。難しいとこですね。まあすごい発展がバーって続いてるっていう中で、ラストなんですけど、先週も話しましたけど、UFO の機密文書が、いよいよ本当に162件初公開。見た動画とか。全部は見えてないですけど、いくつか見ましたけど、エヴァンゲリオンだって。やばくないですか、あれ。使徒みたいな。十字架みたいな。どうやってドローンでもねえな、みたいな。そう、だから、僕が高校時代にナルタルっていうさ、懐かしい。紀藤もきろさんのアフタヌーン漫画、僕好きだったんだけど、中二病、高2病だったから。そう。だけど、あれ、実際にそういうインタビューとか聞いてたのかなみたいな。まあもしかしたら。だから、自衛隊の戦闘機に、やっぱりそういう、竜じゃないけどさ、そういうのが出てきてみたいなさ。おー、みたいになんか思ったけどね。あったのかもしれないですよね。懐かしい。なんか関わってる方がなんか、不審死とか失踪とかっていう、陰謀論じゃねえかっていうふうには言われてますけど、直近数ヶ月でそんなことになってるっていう話ですよね。そう。研究者とかが亡くなってたりするんだよね。だから、なんだろうねって、いろんな闇があるんだろうなとは思っていて。だって、一説にはトランプさんが結局 UFO のこととかネタにして、今の戦争の批判から目線をそらしてるんじゃないかみたいなのもあったりするかもしれないし。まあまあね。で、嫌な時代になっちゃったんだけど、生成 AI でも生成できるじゃん、動画とか。確かに。作ろうと思えば結局、それらしい映像は作れちゃいますもんね。だから、新しいナラティブを信じさせるために、物語ね、何かしようとしてるのかもしれないし、で、それで都合悪いこと喋る人を消そうっていうのは、陰謀論的にはね、ネタになるよね。確かにね、トランプさんが思う存分どうぞって言ってるのも、そういうことなのかなっていう。わかんないよね。正直わかんない。だけど、時代の転換点ではあってさ、2600年前、天孫降臨の時代くらいが、前の土星と海王星がお羊座の先端で重なるタイミングだったじゃない。まあだから、老荘とか孔子とか仏教とかの時代でしょ。それ以来の変化だから、人類の宇宙観とか変わるかもしれないよね。確かにそうですね。宇宙に対する考え方とか、ふわふわしてたところが、より具体的に現実的になってくるところはあるかもしれないですもんね。そういう意味ではなんかロマンもある気もするし、ゾクゾクするところもありますね。ということでございまして、今回のテックニュースや AI ニュースなどね、いろいろございましたけども、7本バーッとお届けしてまいりました。
はい、エンディングでございますけれども、今日ちょっとね、いつもと違う感じで、いつもなんかね、僕が解説してるとこちょっと長すぎるかなと思って、ちょっとつまんでみたんですけど、見てる方どうでしたかね？いや、わかんないけどね、逆にテンポ早かったかなとか、心配にはなるけど、まあ、いろいろ工夫してますんで、引き続きよろしくお願いします。あとお知らせかな？はい、そうですね。お知らせですね。はい。5月24日、18時からまた、錦糸町のガーリックマネーカモさんの方で、加納ココ先生、チャズ先生と魔術について、怪談バーズの方でトークショー、やりますので、まだ席結構あったりすると思うので、遊びに来てください。はい、概要欄の方にですね、申し込みフォームもございますので。はい。あと、先週軽く話してましたけど、僕、収録だと思ってたけど、ライブ配信だったらしくて、ムクル先生が、金華先生ってね、昔セレーネにもちょっと出ててもらったことある、ね、占い芸人さんというか、ちょっと母っぽい感じの SP 系の先生がいて、そちらの2つのチャンネルに、出ていますと。なるほど。概要欄に貼っときますので。貼っときますので。もしよかったら見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そんなとこですかね。はい。はい。また何かお知らせありましたら、随時出していきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでございまして、今週の占いと時事はこんなとこでございますかね。はい。じゃあ引き続きどうぞよろしくお願いしますということで。というわけで、チャンネル登録、高評価、それからコメントいただけるととても嬉しいです。コメントね、ほんと励みになってますんで、全部読んでますんでよろしくお願いします。それではまた、来週、またね。